皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Google から新しく発表されました Pixel 7a のスペック解説をしていきたいと思います。5月11日の日本時間午前2時にアメリカで行われました Google I/O にて発表されています。同時にですね、Pixel Fold という新しい折りたたみ式のスマートフォンも発表されていますけれども、今回はこの 7a をご紹介していきたいと思います。それでは一体どんなスペックになっているのかご一緒に見ていきましょう。Google 公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では主な特徴を見ていきたいと思います。なんといってもですね、歴代のピクセルはカメラ機能に非常に力を入れていますけども、今回もそれは変わりません。どんな場面でも美しい写真を撮影とありますね。メインカメラで撮影したサンプル写真、そしてこちらがウルトラワイドカメラということで非常にね、画角が広くなっていますね。120度の画角になっています。そして前面カメラになりますけども、こちらもね、広いですよね。95度のウルトラワイドの画角になっています。そしてね、Google の AI を使った様々な画像処理になりますが、写真の編集が魔法のようにとありますけども、この新しいチップになりますが、高度な画像処理なら明るさが足りない場所でも色鮮やかに写真を撮り、不鮮明な写真を補正可能、数回のタップだけで余計な写り込みを消去することさえ可能ですということで、ボケ補正機能がしっかりね、入ってきています。古い写真も修正可能ですよとありますね。タップするだけで写りがいまいちな写真を明るく鮮明に修正できます。Google Pixel 以外のスマートフォンで撮った写真にも使えますということで、このあたりね、親切設計ですね。そして消しゴムマジックを使うと後ろの登山者も消えました。そして暗闇モードなら暗い場所でも細部が引き立ちますということで、結構ね、明るくなっていますね。そして超解像ズームでクローズアップ写真を美しくということで、かなりね、寄った感じになりますけど、それでも粗さが目立ちません。これは2倍の光学ズームに匹敵する超解像ズームが搭載されているということです。このあたりもやっぱり Google のね、これまで蓄積してきた写真の画像処理っていうのが非常に強く効いていると思います。そして長時間露光で躍動感のある写真を撮影ということで、このように背景がはっきりしていた写真を光の軌跡といった残像やぼかし効果で躍動感を再現できますということです。で、しかもこれは三脚は不要ということで、やっぱりこの後で画像の処理半端ないなと思います。そしてリアルトーンで目にしたままを再現とあります。Google Pixel のカメラソフトウェアは様々な肌の色、質感を写真で美しく正確に再現するように調整されていますということですね。これは Google Pixel 限定の機能になっています。そして性能、パフォーマンスになります。様々なシーンで役立つ Google Pixel 一日中使えますとありますけども、搭載されているチップはパワフルで高速な Google Tensor G2 となっていますね。上位モデルの7 Pro にも搭載されているものと同じカスタムチップということで、個別の様々なチップを開発するのではなく、もう同じチップでね、乗っけてくるっていうのは合理的でもありますよね。Apple もそうなんですけど、廉価版だからといってあまりにも古いチップを搭載するとかね、そういったことはやっていないんですが、 Google も同じように最新のチップを廉価版のモデルにも搭載っていうのは非常に嬉しいなと思います。そしてクリア音声通話によって通話がさらに快適にとあります。Google Pixel では通話相手の周囲の雑音が除去されて声が際立つので、騒がしい場所にいてもはっきり聞き取れますとありますね。いわゆるね、 ENC といったものがワイヤレスイヤホンなどにありますけども、そういうものではなく、相手の声の周囲の雑音が除去されるということは聞く側にとっては非常にありがたいなと思いますし、自分の声が相手にね、はっきり聞こえるっていうのもいいんですけども、相手の声を聞き取れないとね、何と返答していいのかわからないってことも正直ありますので、この辺の機能もね、非常にありがたいですね。そして言葉をリアルタイムで翻訳とありますけども、リアルタイム翻訳を使えば48の言語で実際に会話したり、リアルタイムでチャットしたり、カメラを使ってメニューを翻訳したりできますとあります。これもね、 Google Pixel 限定の機能になりまして、リアルタイムですからね、これはすごいな。やっぱ相変わらずね、Pixel シリーズこれ乗っけてきてくれるのは嬉しいなと思います。そしてバッテリーは最大72時間持続し、ワイヤレスで充電可能ですとありますね。そしてバッテリーはですね、自動調整バッテリーになっています。24時間以上長持ちし、スーパーバッテリーセーバーを使えば最大3日間持続します。
ワイヤレスで簡単に充電できますよとありますね。ピクセルブランドのワイヤレス充電器だと思いますけど、専用機ではなく地位対応しているサードパーティー製のこういったワイヤレス充電器であれば可能だと思いますけども、7A にもしっかりこういうワイヤレス充電搭載してきてるっていうのもやっぱりこの辺ね抜かりないなと思います。そして保護機能とありますが、徹底したセキュリティということで安心安全ということですね。追加料金なしでオンライン保護を強化。 Google Pixel ならどのアプリや Web ブラウザを使っている時でも Google One VPN によりオンラインのアクティビティを保護できますとありますね。この辺やっぱりネットバンクなどを使っている時のね、オンライン決済などを使う時に非常に安全ですよね。そしてスマートフォンに顔を向けたりタップしたりするだけでアプリや機能にアクセスできますということで、生体認証になりますけども、フロントカメラで自分の顔を撮って認証、そして当然ながら指紋認証にもしっかり対応しています。さらにですけども、最高評価のセキュリティ機能ということで Titan M2 が搭載されています。これもすごいですね。 Google Tensor G2 と認証済み Titan M2 セキュリティチップを搭載した Google Pixel 7a は複数のセキュリティレイヤーによって個人情報を保護しますということですね。このチップの中にね、個人情報をオフライン状態で保護しますので、この辺もね安心してスマートフォンを使うことができると思います。ではまだ外観やサイズなど重さも含めまして、ここからは少しそのあたりをご紹介していきたいと思います。カラーリングになりますが4種類用意されてますね。コーラル、レッド、オレンジに近いんでしょうかね。そして C ということでホワイトもしくはブルーに近い色になっています。チャコール、ブラックというかグレーですね。そして最後に真っ白のスノーが用意されています。どれも非常にいい感じの色合いになっています。そして技術仕様でまだ触れていない情報も見ていきましょう。まずディスプレイになりますけど、最大リフレッシュレートが 90Hz になっていますので、最近多い 120Hz ではなくちょっと抑えめになっています。そしてディスプレイはですね、フル HD プラスになっていて 1080×2400 の解像度になっています。そして液晶ではなく OLED ということでね、有機 EL パネルになっています。採用されていますカバーガラスはゴリラガラス3ということで、必ずしもねビクタスみたいな最高クラスのものではありません。そして常時表示機能にも対応しているようです。そしてサイズと重量も出てきましたが、特に重量ですね 193.5g になっていますので、この辺はですね最近のこういったクラスのスマートフォンでは妥当な重さになっています。バッテリー駆動時間は24時間以上持ちますよとありますね。そして容量ですね 4385mAh ということになっています。これはそうですね 6.1 インチディスプレイサイズのモデルであればこのぐらいは結構妥当かなという感じですね。そして急速充電にも対応し、地位認証済みになっているのでワイヤレス充電に対応しています。そしてメモリとストレージになりますが、メモリーは 8GB の LPDDR5 に対応していますので、高速な RAM に対応しています。最近は 5X っていうのも出てきましたが、ここは一世代前のと言っても非常に速いチップになっていますね。ストレージの容量は 128GB の UFS3.1 ということで、この辺も非常に速いものが搭載されています。とはいえ最近は UFS4.0 というものも出てきていますので、これも一世代前という感じで価格を抑えるために使われていると思います。そして背面カメラになりますけど、6400万画素のクワッドフォトダイオードになっています。そしてもう一つが1300万画素のウルトラワイドカメラも搭載されています。そして光学式および電子式手ブレ補正も搭載されています。この辺もねやっぱり抜かりないですね。電子式手ブレ補正機能だけっていうモデルも多い中で、ちゃんとね光学式をこのクラスにも搭載されているのは非常にありがたいですね。そしてフロントカメラになりますけども1300万画素になっています。そして重要な SIM になりますけど、デュアル SIM に対応し、物理的なナノ SIM と、そして電子的に書き込むタイプの eSIM に対応しているこのデュアルになっています。この両方対応しているというのが非常に使い勝手がいいのかなと思います。そして接続と位置情報とありますが Wi-Fi 6E に対応しています。そして Bluetooth は 5.3 ローエナジーに対応しているということで最新の規格に対応しています。また NFC ですね。そして GPS、GLONASS、ガリレオ QZSS、ベイドということで5種衛星測位にも対応しています。携帯回線のネットワーク、バンドに関する情報になりますけども、ざっと見る感じではですね 5G に関してはサブ6のみの対応になっていますね。ミリ波には対応していませんでした。そして LTE バンドに関してはもう本当ねフルフルという感じになっていますので、日本のみならず国外で使う分にも十分対応しているんじゃないかなと思います。そしてフェリカにもねしっかり対応していますので、お使いになる方は Suica なども導入することができると思います。
そして気になるところではありますが、防水防塵機能は IP67 に準拠しているということですね。また指紋のつきにくいコーティングもされています。ということで付属品になりますけど、こちらの4点になりますね。本体と SIM ピン、そしてクイックスイッチアダプターとありますけども、USB-A の規格を USB-C にするんでしょうかね。そういったものがついています。そして USB-C、USB-C のケーブル1メートルのものがついています。では、Google Pixel A と Pixel 7と出ていますが、実はこれですね、6A にしているんですけど、ここの表記がね、7になってしまっています。ざっとね、比較していきたいと思います。何が変わったのかということですね。まず価格を見てみますと、6A は 53,900 円となっています。7A は 62,700 円と結構安いですよね。9,000円弱の価格差になっています。そしてカラーは 7A は4色に対しまして、6A は3色となっています。そしてディスプレイのサイズになりますから、両方ともね、6.1 インチということで同等になっていますね。解像度なども一緒になっています。そして傷がつきにくいカバーガラスも同様になっています。しかしながら違うところがありまして、7A はリフレッシュレートは 90Hz に対応しているのに対し、6A は最大で 60Hz になっています。そしてバッテリーの容量になりますけど、7A が 4385mAh に対しまして、6A が 4410mAh と若干多いんですけど、ほぼね、誤差のレベルで違いがないんじゃないかなと思います。そして充電に関しては、7A がワイヤレス充電に対応しているのに対して、6A は対応していないということで、この辺ね、やっぱり一つ優位があるんじゃないかなと思います。そしてメモリとストレージですね。7A は 8GB、そして 6A は 6GB までとなっています。ストレージに関しては同等になっています。そして認証系に関しては、7A は顔認証を対応しましたが、6A は対応していません。そしてプロセッサーは 7A は G2 に対応しましたが、6A は Tensor 初代のものになっています。そして背面カメラですけども、これ一気に飛躍的に上がりましたね。7A は6400万画素になっているのに対し、6A は1220万画素となっています。ただね、画素が大きいからといって高画質っていうわけではありませんが、その時適材適所のピクセル数を搭載しているともあります。というのも、Pixel 7 Pro になりますとね、なんと5000万画素ということで、今回の 7A より少なめのセンサーが搭載されているということからもよくわかるんじゃないかなと思います。そして 7A のフロントカメラは1300万画素、6A は800万画素となっています。そしてカメラ機能の違いとしては、7A はボケ補正がついていますね。また長時間録音もついています。はい。ということで、先ほども価格の方出てきましたけど、今回 Pixel 7A がなんと 62,700 円となっていまして、これは思ったより安いなと思います。ということで今回 Google Pixel 7a が発表されましたが、いかがだったでしょうか。非常にですね、この性能にしてこの価格っていうのはちょっと安いなと思います。他メーカーだともう10万円クラスいってもいいんじゃないかなっていうぐらいのスペックになっているんですけども、Pixel を広めたいという思惑がしっかりわかります。ということで発売開始が5月11日ということで、この動画が出ている今現在もう発売が開始されていますので、Pixel は非常に人気ありますので、初回出荷分などすぐなくなってしまうかもしれませんので、ぜひ気になっている方はお早めにお願いいたします。詳細に関しましては概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひご覧いただければと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの期間にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。